皆さんこんにちは。つづ旅のお時間です。今回の旅は香川県で2日間、3年に一度開催される瀬戸内国際芸術祭を見て回ったり、香川県のいろんな美味しいものを食べ歩きしました。おおらかな瀬戸内の雰囲気に抱かれて、とてもリラックスできる旅でした。旅の始まりは羽田空港から。 JGC プレミア到達後初めての JAL フライトです。久しぶりにダイヤモンドプレミアラウンジに帰ってくることができました。ご飯が用意されてるのが朝のフライトだとすごく嬉しい。今回のチケットはセール期間に往復1万円ちょっとで買ってるのに、こんなゆったり旅ができてありがたいですね。搭乗開始まであと30分くらいあるので、ラウンジで少し作業をしながら待ちます。朝の羽田はすごく忙しそう。高松空港へは737でのフライトになります。香川は仕事でよく行くので、このフライトも何度も飛んでるやつですね。737といえども JAL なので足元には余裕があります。無事離陸していきました。高松までは1時間半くらいのフライトかな。窓の下の方に河口湖が見えます。っていうことは今日は富士山は見えないってことか。背の高い山にはまだまだ雪が残ってるんだね。雲よりも高い山、位置的には駒ヶ岳とかなのかな。山は未知の領域であまり詳しくありません。景色を眺めてたらあっという間に瀬戸内海にやってきました。小豆島の横を通過していきます。今年は3年に一度の瀬戸内国際芸術祭が開催されています。この小豆島ももちろん舞台の一つ。香川の上空に入るとポコポコと小さな山がたくさん見えるおなじみの光景になってきました。このポコポコした感じかわいいよね。ほどなくして高松空港に到着です。窓からの景色がずっと楽しいフライトでした。外に出てきました。早速瀬戸芸ののぼりが立っています。今日は車移動が中心。空港にあるカーシェアを使います。今回の相棒はマツダ2。大川オアシスにやってきました。空港から30分くらい。僕は地元のおじちゃんに連れられてここに来たのが初めてだったんだけど、今や SNS の人気スポットになってしまった大川オアシス。でも朝は落ち着いて利用することができます。ただこの時間は全面的に逆光で撮影条件はちょっと厳しい。撮っていいとのことだったのでお邪魔にならないように写真を撮りました。さて朝ごはんですが、モーニングがあります。こういうのに弱いんだよな。というわけで B モーニングを注文。トーストの焼き目が綺麗だね。サラダもついてきます。教科書のようなモーニングセットだ。トーストの中がふわふわで美味しい。卵の火加減がバッチリです。ずっとここでのんびりしたいんだけど、次の場所が時間にシビアなのでそろそろ出発します。癒されるいい旅のスタートだね。日の出製麺所。うどんを食べます。製麺所併設のうどん屋さんで、毎日11時半から12時半までの1時間しか営業していません。ちなみに現在は11時35分。大行列だけどうどんだから開店は早いと思います。
15分くらいで英知の先頭まで来ました。前から気になっていてやっと来れたので楽しみです。うどんは冷たいのと温かいのとぶっかけの他にぬるいっていうのが選べます。これはそのぬるいってやつ。温玉もつけました。トッピングはテーブルにあるので勝手に取って後で申告します。やっぱり期待通りに美味しい。ぬるいだと芯は締まってて温かさも残るからいいとこ取りって感じ。ごちそうさまでした。中一玉に温玉とお揚げのせて340円でした。安すぎる。お土産もゲット。生麺の4玉セット。こっちは並ばなくても買えます。さらに車を西に走らせて秩父ヶ浜にやってきました。この辺りに昔から住んでる友達がいるんですけど、彼曰くこの10年くらいインスタの影響ですごく人が来るようになったらしい。みんなのお目当てはこれ。水面が鏡のように反射したウユニ塩湖風の写真が撮れることみたい。地元の方がガイドをして盛り上げてくれてます。確かに雰囲気はそれっぽいかも。丸亀方面とか四国水族館とか行くなら一緒に来てみると良さそう。日の入りの時間と潮の状況をチェックしてくると良さそうですね。地元の人に大切にされてきた秩父ヶ浜。観光と自然保護がいいバランスで続いていくといいですね。周りにはいくつかお店もあったりしていい景色をゆっくり楽しめそう。価格もこの手のバーガーとしては良心的。それじゃあだいぶ日も落ちてきたので今日の宿に向かうことにしましょう。今日泊まるのは高松駅前の JR クレメントイン高松。シングルで12,000円くらい。コンパクトで綺麗なビジネスホテル。港のすぐそばなのが便利です。お風呂はユニットバス。まあ寝るだけだし綺麗だし十分でしょう。高松に泊まるときはよく利用するホテルです。じゃあ近場に晩ご飯を食べに行きましょう。車は置いてきたからお酒も飲める。でもいつも知り合いのお店に行くから駅前のご飯屋さんはあまり知らないんですよね。駅の近くにあったこちらのお店に入ってみます。ラインナップがめっちゃいい感じ。当たりの予感がします。とりあえず梅キューとビール。じゃあ始めていきましょう。ポテトサラダ。あとよだれ鶏。いい感じの助走だと思いません？鶏皮ポン酢。めちゃくちゃビールが進むメンツだぜ。チューリップ。熱々だから気をつけて食べないと。最後はマグロ。しかしこのお店は何を食べてもうまいね。パッと入ったのにいい出会いだったね。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。じゃあホテルに帰って休むとしましょう。2日目です。これから船で瀬戸内海の島に渡ってみようと思います。15分後に出発する手島行きのフェリー。片道35分の船旅です。高松港からたくさんの船が出ていますが、この手島の唐戸行きは1日1便のみ。今回は手島と直島を効率よく見るためにこの路線からスタートします。この6の路線でまず手島の東側にある唐戸港から上陸。手島ではレンタサイクルを借りて観光しながら西の家浦港へ。そこから今度は4の路線で宮浦港から直島に上陸。
直島でもレンタサイクルで観光した後に1で高松港まで戻るプランです。唐戸へは高速船マリンナチュ1号で向かいます。空模様はあいにくの曇り。5月はどうしてもこうなりがちだよね。潮の変わり目が見えます。これまで割とないだ水面だったのが少し波打つように変わったね。瀬戸内海は大小さまざまな船が行き交っています。なんかあの船かっこいいね。手島の唐戸港に入っていきます。島ののんびりした雰囲気をもうすでに感じるね。唐戸港唯一のレンタサイクルショップ。家浦への乗り捨てにも対応しています。島の至るところにアートへの案内があります。唐戸港そばのアート作品の一つ。制作したアーティストの真意はわからないけど、戦争中の国の形にも見えるなと思いました。自由に遊べるようになっています。ここはいろんな人の心臓の鼓動をアーカイブしている展示。自分の音もアーカイブできます。目の前の浜辺に打ち寄せる波の音も心地よくて、ぼーっと眺めてしまいます。島のお店や路地も雰囲気があって、サイクリングしてるだけでも楽しい。ただのカーブミラーですら絵になります。港から10分くらい走って手島美術館のところまで来ました。実は今回は直前まで島に渡るか悩んでたこともあり、美術館の予約はできていません。手島美術館みたいな人気の場所は事前予約が必要です。美術館横の道路はまるで海に続くかのようでした。ここは海のレストラン。手島に来た大きな理由の一つでもあります。名前の通り海のすぐそばにあるレストラン。ランチメニューはシンプルでお肉かパスタのセット。今日は肉の気分かな。気持ちのいいロケーションでランチをいただきます。とりあえずノンアルカクテルをもらいました。レモンがかなり強めで美味しい。前菜とスープが来ました。瀬戸内の魚のカルパッチョ。お隣は玉ねぎとじゃがいものフリッタータ。こっちはオリーブポークだって。オリーブハマチは知ってたけど、豚もオリーブ食べるんだね。それでこっちは玉ねぎのポタージュ。どれも丁寧な料理ですね。一口ずつ食べてみたけど、どれも絶品。ランチだから手早く出せる料理中心だけど、これならディナーも良さそうだね。泊まりできた時はまた来てみたいな。そしてメインの鶏のシュニッツェル。多分ディルっぽいものが乗ってる香りがします。気が利いてる。それで実際ディルがめちゃくちゃいい仕事してます。鶏とチーズだけだと単調になりそうなんだけど、そこにうまく個性をつけてる感じ。たっぷりの野菜も罪悪感軽減に一役買ってるね。ボリュームすごいなと思ってたけど、ペロッといけちゃった。デザートは手島いちごのパンナコッタ。確かにここに来る途中にもいちご農家さんを見たんだよね。取れたてのいちごなんでしょう。パンナコッタの上にミントを刻んで散らしてあっていいアクセント。すごく上品にまとまってる感じがします。というわけで海のレストラン最高でした。今度は夏の海と雲が最高の季節にまた来たいね。家浦港に着いたので自転車はここで返却。この縦看板が返却場所の目印です。次の目的地は直島。
小さな島だけど瀬戸内国際芸術祭では主役級の存在感を放っています。直島へは高速船で630円。これは売店で見つけたレモンケーキ。手島のレモンを使ってるみたいなので買っちゃった。いわゆるレモンケーキのフォルム。ちゃんと美味しいです。船待ちにぴったりサイズのおやつだ。そんなことをしている間に次の船が来ました。サンダーバードだって。かっこいいね。高速船の名に恥じぬスピードでどんどん島から離れていきます。あっという間に直島到着。直島ではその名を冠したフェリーがお出迎えしてくれました。じゃあここからは直島観光のスタートです。直島に来たらまずはあれにご挨拶しないとはいけません。草間彌生さんの赤かぼちゃ。フェリー乗り場におもむろに設置されています。中は空洞になっていて、みんなそこで写真を撮っていました。すぐそばには直島パビリオン。作ったのは万博の大屋根リングも手掛けた藤本壮介さん。直島は手島以上にそこら中にアート作品があります。直島でもレンタサイクルを手に入れたので、これで島をぐるっと一周してみようと思います。港から10分くらいのところの地中美術館。ここも予約してないので次回また来ましょう。そこからさらに15分くらい自転車を漕いでたどり着いたのがこの有名なかぼちゃオブジェ。たくさんの人が写真撮影列を作ってますね。2021年に一度台風で流されましたが、その後復活。今も直島のシンボルとして多くの観光客を引きつけています。天候によっては展示が中止されたりするみたいなので、事前によく確認してから向かった方が良さそうです。直島では500台くらいのレンタサイクルが走ってるらしいです。たまに事故もあるみたいなので気をつけないとね。かぼちゃから5分くらいのところにある直島コーヒー。通りからはちょっと分かりにくいところにある。すごく景色のいいところ。海を眺めながら一休憩。ブレンドコーヒーとショートケーキを注文しました。コーヒーはお店で焙煎してるみたいです。ケーキは控えめな甘さがちょうどいいです。海に島がポコポコ続く景色が瀬戸内らしいね。天気が良かったらもっと綺麗だったんだろうな。ごちそうさまでした。だいぶ体力も回復した気がする。甘いものタイムが続きます。ここは直島ジェラート。多分ご自宅の一部を改造したジェラート屋さんなんだけど、観光客がひっきりなしに来ています。抹茶とミルクにしました。甘いもの食べ過ぎだけど頑張って自転車漕いでるから OK っていうことにします。すぐそばには港があって島の人の生活がそこにあります。のどかですね。今は島の北東エリアなんですが、この辺りも展示がいろいろあるみたい。古くからありそうな建物を活用した展示があったり、良さげなレストランもあったりします。さて、宮浦港に帰ってきました。帰りのフェリーの時間も近いので自転車も返却しました。乗り場に行ったらちょうど直島が入港してきたところだったけど、これは違う港行きみたい。この次に入ってくる船で高松に帰ります。高松までは片道520円。友人の窓口はすごい並んでたけど、ガラ空きの券売機で買いました。僕らが乗るフェリーは朝日っていう名前みたい。サイズは直島と同じ感じかな。
ちなみに人が多いので映すのは避けますが、出発30分くらい前から結構な長さな行列ができています。この船の定員は500名らしいんだけど、乗り切れない人たちは次の船に回されていました。瀬戸芸期間は特に混むと思うから早めの行動が大事ですね。この通り乗船制限がかかっています。なんとか乗れそうでよかった。これを逃すと帰りの飛行機に間に合わない。こんな感じでたくさんの人が乗船を待っています。出港していきました。ここから1時間の船旅です。あっという間の手島直島観光でした。でも前日に島行きを決めた割には結構楽しめましたね。見るべきポイントとか移動手段についてもだいぶ分かったので、次は夏のベストシーズンに来てみたいです。やっぱり入道雲と瀬戸内の島々の組み合わせが最高だからね。下船したので、あとは高松空港に向かって旅は終了の予定というわけで、今回の動画はそろそろお別れの時間です。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。